皆様お疲れ様です。育休中のあおさんです。今回完全素人の私が仮想通貨を購入したという、動画内容となっております。今最も熱いと言われている仮想通貨FameMMA を今回購入させていただきました。実際に昨日、入札をしたので、そちらの入札をしたシーン、チャートを交えて皆様に映像としてお届けしようと思っております。なんで勝ったのかとか、その辺もちょっとトークを交えながら、皆様にお伝えしようと思っております。仮想通貨等は全くやったことがなくて怖いとか思ってる方、安心してください。私も全くの素人で一から、知識を学んで、今回仮想通貨を購入した形となっておりますので、本当に今回の動画内容としては完全素人向けの動画になると思います。一応チャプターをつけて今回の動画を作ろうと思っているので、チャプターをぜひご活用していただければと思います。初めてのセカンダリ投資めちゃくちゃ緊張しました。ぜひその辺も楽しんでいただければと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは実際に今からチャートを交えながら皆様にお話ししていこうと思うんですけど、完全素人の方がこの仮想通貨の画面を見てもじゃこりゃ多分なると思うので、後ほど説明をさせていただこうと思います。もちろん素人目線でお伝えさせていただきますので。で、ちょっと話進めますけど、まずこちらの URL に Fame-USDT という風に入れてます。他の YouTuber さんの動画で見させていただいたんですけど、これを入れることによって、昨日の夜の7時にFameMMA が上場したんですけど、7時になったタイミングでこの URL でエンターを押せば、そのまま Fame のページに飛べるっていう裏技を昨日見つけたので、それを実践している最中です。恐ろしい値動きをするので、そちらの方もちょっと楽しんで見ていただければと思います。主に見ていただく画像としては、この数字ですね。この今 0.63122 って書いてるここの数字を見ていただければ、細かいチャートもわかると思いますので、こちらの方をちょっとご覧ください。では進めます。今時報をセカンドスクリーンに出して待機している状況です。で、7時になるほんの数秒前くらいにエンターを押しちゃったんですよ。はい、止めます。ここ見てください。フェイムのページに飛べなかったんですよ。ちょっと早かったと思うんですけど、ビットコインのページにちょっと飛んじゃってて、今、めっちゃ出っ張ってる状況です。じゃあちょっと進みますね。で、検索窓のところにペーストしたら一応フェイムって出るようにはしていたので、フェイムって入れて、今、フェイム MMA のページに飛びました。もうこのタイミングフェイムのページですね。どんどんと 0.7、0.69、0.75、0.8、0.9、で、もう開始10秒くらいでもう1ドル超えました。昨日の FameMMA の上場したタイミングの金額が 0.01 ドルなんですよ。で、今も2ドル超えて 2.5 とか、2.9、今一瞬ちょっと見えましたけど、なので、実質最高値が3ドルか。ちょうど3ドルぐらいをつけたので、倍率で言うと300倍、つけたということになりますね。300倍ってめっちゃすごいですよね。10万円かけてたら3000万円になる計算ですよね。やばいっすよね、仮想通貨。で、ここで知っておいてほしいんですけど、最低値で購入して最高額で売るっていうのはもうほぼほぼ不可能だと思っておいた方がいいと思いました。で、昨日私はセカンダリで、成り行き購入っていうのをもう絶対にやらんとこうっていう風に決めて、一応始めた感じになるので、今から指値をちょっと金額を入れて購入する感じになります。実際私が購入したのは指値です。指値で購入した方が手数料も安いっていうのを知っていたので、指値で買えたらいいなと思って今から指値を準備しようと思っているところですけど、ちょっとねこの辺金額があまりにも動きすぎてて、もう怖くってちょっと手が出せない状況。最初めちゃくちゃ緊張してたんですけど、もうその緊張がどっかに行っちゃうぐらいびっくりしました。こんなに金額って動くんやっていうのが今回セカンダリの経験ができて本当に良かったなと思ってます。で、今回この指値、成り行きっていうのが、こちらのリミットっていうのとマーケットって言われているところ、こちらを選んでいただければその指値と成り行きっていう形で注文ができます。まずこのリミットって言われているところが、指値と言われているところで自分で指定した金額で購入する。こっちの方が手数料が安い感じになってます。で、こちらのマーケットって、書かれているのが成り行き購入というので、今現状で出ている金額で購入するっていう感じです。
でも仮想通貨って値動きが本当にもう1秒とかで金額がバコ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 動くようになっているので、成り行き購入を押したタイミングでも自分が思っている金額で買えないことがほとんどらしいので、成り行き購入は今回せんとこうと思ってました。まあその考えが正しかったのか、本当に3ドルまで 0.01 から3ドルまで上がって、そこからめちゃくちゃ下がってってるんですよ、金額が。今の現状で言うともう 0.6 とかその辺に推移してるんですけど、まあ落ち着くタイミングで購入しようっていうのを決めてたので、この値段が落ち着くのを、今ちょっと待っている状況ですね。で、今回、その FameMMA を購入しようと思った理由、もう本当に皆さんと一緒です。この動画見ている皆さん、ほとんどの方が同じ理由だったと思うんですけど、青白王子に、感化されて購入しようと思った感じですね。もともと私、株主優待とかもやっていまして、で、銀行にお金をちょっと寝かせるのがあまり好きなタイプではないんですよ。まあ、現金で持ち歩くっていうのも好きじゃないので、まあ、その株主優待とか、こういうふうに仮想通貨とかをやって、まあ、資産運用をしていこうかなと考えていまして、今回、この FameMMA に参戦してみようかなと思って、やってみました。で、この FameMMA と言われているものなんですけど、素人の方っていうかもう知らない方はもう聞いてもちんぷんかんぷんだと思うので、超簡単にだいたい5秒ぐらいで今から説明しようと思います。有名なインフルエンサーとか YouTuber の方とかが、格闘技をする。もう本当にそんな感じです。これでもうこれ以上の説明できないくらいな感じなんですけど、一応そういう団体がありましてですね、今回のこの仮想通貨を購入することによって、この仮想通貨で現物取引をするっていう感じですかね。チケットを購入したりとか、専用のグッズを購入したりっていうのが、この仮想通貨を買うことによってできるようになってるみたいです。なので、まあ、今後もこの FameMMA の団体次第だとは思うんですけど、この仮想通貨の価値っていうのが上がっていくんじゃないかと一般的には言われてます。でですね、ここからは完全素人の方に向けてのお話になるので、もう知っているよっていう方はもう全然飛ばしていただいて結構です。今回こちらの FameMMA を購入するために行った経緯、まあ、いろいろとちょっと説明させていただきます。今現状も FameMMA って結構値段下がってきているような状況になっているので、今から始めても全然遅くないと思います。ちょっと興味あるっていう方は、今から説明する経緯をちょっと段階を踏んで、やっていけば買えるようになると思います。あまり細かくは説明しないです。調べて実際やっていただいた方が、わかりやすくなると思うので、まあ、わからんところはもうちょっと自分で調べていただいた方がいいと思うので、本当に簡単に、簡潔に説明しようと思っております。まずですね、私、今回金額なんですけども、100万ぶっ込みました。全然そんなお金持ちじゃないです。僕本当に一般人で、ただの会社員なんで、そんなに貯金とかもあるような状況ではないんですよ。でも、先ほどお伝えした通り、銀行に寝かしてても意味ないなと思ってたので、生活費を残した状態で、まあ、余剰金っていう形で、まあ、100万円使うっていう感じにはなるんですけど、その100万円をまずは、国内取引所と言われているところで、にお金を入れます。今回はビットバンクっていう仮想通貨の会社に資金を投入しました。で、ビットバンクをなぜ選んだのかと言ったら、そこも青白王子の影響でビットバンクにしました。僕ね、わからないことがあれば、もうとにかくすごい人たちの真似をするっていう癖があるので、まあそれが一番の近道だと個人的に思っているところもあるので、今回その青白王子がお勧めしていた、まあ、ビットバンクにしたっていう感じです。もう理由としては本当これだけ。で、ビットバンクにお金を入れて、そのお金で仮想通貨をまず国内取引所の中で購入します。今回私が買った仮想通貨はリップルと言われている仮想通貨を購入しました。結構早い段階で準備を進めていたので、このリップルっていう仮想通貨を買っただけでも、なんと9万円も損しちゃったんですよ。で、ビットバンクでリップルを100万円分購入した私が次に行った手続きはというと、海外取引所にそのリップルを送金するというのをやりました。リップルをまあ、銀行から銀行に移すっていう感覚ですね。そう考えていただければ、振り込み、まあ、そういう風に考えていただければ分かりやすいと思います。で、今回この FameMMA が4月の29日の夜の7時に上場すると言われていたんですけど、もうギリギリまで上場先っていうのが発表されなかったんですよ、取引所の。で、4月の27日だったから、確かその辺に、上場先が決まりまして、上場するって決まったのが OKX と言われている海外取引所になります。
で、それが分かったので、海外取引所のその OKX にリップルを移動したんですけど、で、その送金したリップルからまた違う仮想通貨に変えないと FameMMA って買えなかったんですよ。で、その、仮想通貨と言われているのが USDT って言われている仮想通貨です。値動きがあまりしないって言われている結構安定した仮想通貨って言われてるんですけど、そのリップルから USDT に変換しないと今回のこの FameMMA のコインが買えないっていう風になってました。で、私がそのリップルから、USDT に交換、まあそこでもちょっと取引をしたんですけど、取引をするタイミングをちょっと逃しちゃって、リップルの価格が、どんどん下がっていったんですよ。で、結局私が USDT に交換したタイミングが4月29日の6時50分あたりです。諦めたんですよね。もうこれ以上金額上がらんやろっていうのを、諦めちゃったんですよ。で、結構安い金額、自分が、購入したのが確か、68円ぐらいだったと思うんですけど、で、その68円のリップルが62円ぐらいのタイミングで、USDT に交換しちゃったんで、まあ、そのせいで9万円ぐらい損しちゃったっていうのが、まあ、理由となってます。で、今、現在が 0.01 ドルでスタートしたので、今現状スタートした金額から言うと大体まあ70倍くらいで推移している感じになってます。で、今回私が目をつけた金額、大体ね 0.3 ぐらいやったらまあ購入してもいいかなって考えてたんですけど、もうこの辺で金額が落ち着いていたので、結構甘い考えやったんやなっていう風に今自分の考えが結構変わってきている感じですね。もうちょっと高い金額で買った方がいいのかなと思って思い始めたタイミングです。でもちょっと 0.64 とかっていう金額やったらちょっと買う自信がないっていうか買う度胸がなかった。もうここでも指値で今僕 0.3 って入れてるのでまあその辺でちょっと伝わってるんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱりね、余剰金といえども金額が100万円ってめちゃくちゃ大きいじゃないですか。だからもうかなり慎重になってますね。この辺ちょっと選ぶときを。まあツイッターを見ながら、ツイッターで調べながら、みんなどの辺で買ったのかとか、いろいろと調べながら、今ちょっとこのチャートを見つつっていう状況になってますね。で、実際に、この、7時にスタートした時点で、成り行き購入、さっき説明した成り行き購入っていうのを、ボンってやって、いきなり出てた金額と全然違って2ドルで購入したっていう方もいらっしゃったんですよ。2ドルで購入した FameMMA の金額が今 0.5 ドルになってるんで、この状況で売ったらめちゃくちゃ損するじゃないですか。まあ、そういうのをちょっと見ていたので、もう本当に怖くって、まあ、100万円がいきなりもう半分以下、50万ぐらい、25万ぐらいになってる計算ですかね。今 0.5 ドルになってるんで。ね、100万円が25ドルになるんですよ。もう1分とか2分で。恐ろしいですよね。この辺でかなり金額が落ち着いてきているのが分かりますね。上がったり下がったりっていうのが続くと結構落ち着いてくるんじゃないかっていうふうに自分は見てますね。この辺もベテランの方はどういう風に見るのかっていうのはわからないですけど、まあ一応まあここで上がったり下がったりをちょっとずつ繰り返すようになってきます。で、もうここで先に言っちゃいますけど、昨日の時点で最低の金額、確かね 0.400 ぐらいだったと思います。で、その 0.400 あたりで買えた人が、まあ昨日の時点で言うと、もう本当にもう、勝ち確定っていうか、まあ勝者の方になるんですかね。まあ成り行き注文で一番最初にも始まった時点で 0.2 とかで買えた方も確かいらっしゃったと思うんですよ。まあツイッターで書かれてた方もいらっしゃったので、本当にその 0.2 とかで買えた方、本当もうすごいです。もうおめでとうございます。そんな金額で僕絶対買えないです。あんな怖い状況で。よく成り行き注文できるなっていう感じですね。この 0.45 で落ち着いてきているので、確かこの辺で僕はもう指値で、金額の入力を変えるのを確かやってたと思うんですよ。まだ 0.25 とかも下がるかなって感じで淡い期待なんか抱いてるんですよね。もう絶対無理やのに。ね。で、ここで、まあ、0.25 から変えるっていうタイミングがもうじき来ます。仮想通貨に詳しい方、ぜひちょっとコメントいただきたいんですけど、これ実際にその FameMMA を購入したんですよ、僕。91万円分の FameMMA を購入しました。で、この、91万円分の FameMMA、時期にその、
金額が上がっていった段階で売るじゃないですか。どのタイミングで売るのかっていうのは、僕の、個人的な自己責任になるので、その辺は置いといて、ぜひ教えていただきたいんですけど、この、売ったら USDT っていう仮想通貨の、単位に変わると思うんですけど、この USDT ってどうしたら一番得することができるんですかね。これがちょっと調べててもわからなくって、ちょっと本当教えていただきたいんですけど、例えばこの USDT を国内取引所にまた送り直してっていうか、国内取引所にそもそもその USDT で通貨があるのかどうかも多分なかったと思うので、その USDT からまたリップルとかに変えて、リップルからまた国内取引所に変えて、国内取引所でリップルと円を購入するっていう方法が一番ストレートな感じだと思うんですけど、もうこのやり方しかないのか、そもそもこの USDT からまた別の仮想通貨に変える、リップル以外のこの仮想通貨がいいよっていうのがあったらもちろん教えてほしいですし、もうここのOKX のサイトの中で日本円に変えることができるのかどうか、もしできるんであればぜひちょっとその辺もちょっと教えていただきたいなと。いろいろな方法があると思うので、その辺ちょっとぜひベテランの皆様教えていただければ非常に嬉しいと思っておりますので、ぜひコメントしてください。この辺で本当にね、調べても出てこないんですよ。購入する方法とか、どういう風にすれば今回フェイムが買えるのかとかっていうのは結構山のように調べてたら出てきたんですけど、その売却する方法とかって本当調べても出てこなくて、その辺をちょっとぜひ教えていただきたいと思いますので、ぜひちょっとコメントいただければと思います。完全素人の方とかも見ていて本当に怖い世界なんだなっていうのは分かっていただけたと思います。今上がったり下がったりっていうのをチャートを見ていただければ分かる通りしてます。でもうこの辺がちょっと買い時かなと思って思い切った行動に出ます。まだ迷ってますね。0.4 まで下がるんちゃうかなって淡い期待をでも 0.4 で差し値してたら僕ここで結構勝ち組になれたと思うんですよね。昨日の時点で言えばもう 0.4 までは下がらんかなっていうのはもう 0.5 とかその辺まで上がっちゃったりとかしてるのを見てるんで、ていうかね、緑の線がね徐々に増えてきてるんですよね。この辺でちょっともう 0.45 で差し値をしようかなっていうのを考えてますね。あまりにもちょっと動画が長くなっちゃうと思うので、もうこの辺で説明ちょっとさせていただくと、私今回この 0.45 で差し値を入れました。財産の 25% 入れた感じなので、入れましたね。 0.45 で今のタイミングで入れましたね。このタイミングで差し値を入れました。確か深夜の1時とか2時くらいに金額がまた 0.45 くらいまで下がったタイミングがあったと思うので、その辺でもう全部金額91万円分今回購入することに成功しました。今この動画を撮影しているのが4月30日になるんですけど、この時点で 0.43 まで下がってたりとかっていうのがいくつかあったので、まだまだ下がる可能性もあると思いますし、もうこれ以上下がらずどんどんともうチャートが上がっていくっていうのも想像できるので、どのタイミングで買うかっていうのは、皆様のそのセンスが問われるところになるとは思います。はい、長くなってしまいました。今回の動画かなり長くなっちゃったと思うので、ぜひチャプターを使って皆様、視聴していただくことをお勧めいたします。また、青白王子が先日、また他の銘柄でも注目しているものがあるっておっしゃってたので、また僕が買いたいような銘柄であれば、ぜひセカンダリとかもチャレンジしようと思っておりますので、でも言ってもこれ系の動画めちゃくちゃ少ないと思うんですけど、ぜひ次の動画も見たいって思っていただければ、ぜひチャンネル登録の方でよろしくお願いいたします。あとね、40人くらいで、僕が目標としているチャンネル登録者数1000人を達成することができるので、ぜひ、皆様のお力をお貸しいただければと思います。よくやった、今回のセカンダリよくここで購入できたねって応援してくれる方、ぜひ高評価の方もよろしくお願いいたします。最後までのご視聴ありがとうございました。青さんの休日でした。バイバイ。